琴の葉姉妹の一口 AI ミステリー解決編です。潮騒の向こう側。日高は海に面した部屋で静かに息を引き取りました。原稿には潮騒が導くという言葉が残されていました。あの世に近づく音、一見それは波音だったように思えます。だが決定的な違和感があった。その時間、部屋の窓は閉じられていた。防音性の高いその部屋では波音が聞こえるはずがない。ではなぜ日高は潮騒と書いたのでしょうか。鍵はスイカの皮の下に挟まれていた干からびた海藻にありました。あれは乾燥した後、再び湿気を含んだような質感になっていた。つまりそれは水を吸っていたということだ。調査の結果、女将の部屋に置かれていた海水の入ったスイカ冷却用の桶が事件当夜、日高の部屋の近くに一時的に持ち込まれていたことが判明する。桶の中では海藻がゆらゆらと揺れていました。静かな夜、木桶の水が揺れる音、それを潮騒と錯覚したのです。部屋に響いたのは桶の中の小さな波紋だった。日高はあの夜、自分が死に向かっていることをどこかで悟っていたのかもしれない。それを潮騒が導くと書き残しました。ですがその音は自然のものではありませんでした。誰かがそっと置いた音の演出だったのです。潮騒は幻でした。しかしあの夜、確かに誰かの手であの世の入り口は作られていました。犯人はわざわざスイカを切り分けて皮だけ置いていったんかな。みんなはこの AI が作り出した謎を解き明かすことができたかな。桶で音の演出をしたり、スイカと海藻の痕跡をわざわざ残していったり、きっと犯人は愉快犯やったんやろな。次回予告。忘れていたのは過去か記憶か。守れなかったのは約束じゃない、誰かの思いだった。次回、月明かりの約束。月に照らされた影、あなたは見落としていませんか？